こんにちは。暮らすように旅をするアメ旅です。14カ国目クロアチアにやってきました。ザグレブで2日、ドブロブニクには4泊して海の癒しの旅を楽しみました。ハンガリーのジェールからクロアチアのザグレブまでバスで約7時間半、ウィーンでバスを乗り継いでザグレブ到着。バスを降りたら向かいにトラム乗り場がありました。宿までトラムで移動します。チケットはこんな感じで日付を刻印します。宿に無事到着。ホストも一緒に住んでいて一部屋をお借りします。宿のワンコが歓迎してくれました。長旅で疲れたけどスーパーへ買い物に来ました。クロアチアの物価やいかに。ビールは2リットルで 3.6 ユーロ。開け口飲め、なんか注ぎ口みたいなのがあるからそれで飲めるのかな。サヒスーパードライも発見。すごい袋麺コーナーですね。そうめんも一応2ユーロぐらいで買える。クロアチアといえばね、トリュフあったけどな、卵も3ユーロはしないぐらいかな。夜の10時ですね。10時だけど全然明るい住宅ができました。今回の宿はキッチンがついていないので簡単に食べられるものだけ買いました。このザクロのお菓子美味しかったです。おはようございます。朝は少し仕事をして午後から観光します。トラムで中心地まで行ってみましょう。チケットは車内でドライバーから直接購入しました。旧市街に着きました。ぶらりザグレブしていきます。建物は全部可愛い感じだけど結構漏れなくこう落書きがあるような。ここが街の中心かな。観光客も含めて人はそんなに多くないです。英雄との写真も誰とも被らずにゆっくり撮れます。昔は水飲み場だったそうですね。今は鳩が水浴び立ってるだけで幸せな匂いがするやってきたのは広場からすぐの市場。ブルーベリーを食べながら歩きます。私にとっては高いけど栄養補給。レストランとお土産屋さんがたくさんの通りを歩いています。国旗がすごい。クロアチアはネクタイも有名らしいです。さて着いたのは石の門。奥に礼拝堂があってお祈りしている人が多かったので少し離れてみました。坂が多くてちょっと疲れます。もうすぐ7月のザグレブ、なかなか暑いです。本当に石の門からすぐで聖マルコ教会です。こんな彩りのある教会あまり見ないような。国旗の柄も素敵ですね。建物の顔気になります。こちらは13世紀に建てられた見張りの塔で敵陣が来たらベルを鳴らして門を閉めていたそう。この辺りから街を一望できるんですね。塔の横にはロープウェイがあります。なんと世界一短い公共ロープウェイです。毎日運行していてもちろん乗ることができますがさすがに階段を使いました。私たちはカフェが大好き。カフェ代が少し安くて助かります。Wi-Fi やトイレをお借りしたりちょっと涼んだり
観光中にカフェは欠かせません。音楽学校みたいな、なんか月ありで全部落書きされてるよねこっちが国立歌劇場。やっぱり顔が見てます。クロアチアでもサッカーは大人気。サッカー惜しいですね。観光の最後にやってきたのはメインスポットのザグレブ大聖堂。クロアチアで一番壮大な教会だそう。結構大きいな、すごい。残念ながら修復中で中に入ることはできませんでした。トラムで宿に戻ります。ザグレブ観光ゆっくり楽しみました。やっぱり落書きは多いかも。よそ見しながら入れました宿から歩いてすぐのレストランで早めの晩ご飯を食べます。メニューはこんな感じ。スーパーの価格と比べると高く感じます。持ってるやつ来たね。楽しみにしていたイカスミリゾット。これおいしい。何このチーズとイカの感じがめっちゃ絶妙なの。味は全部濃いですが美味しかったです。私たちは1年間の旅の途中です。クロアチアの後はモンテネグロ、アルバニアを訪れます。この先も一緒に旅を楽しんでもらえると嬉しいです。おはようございます。ザグレブの宿を朝8時に出発して次の滞在地ドブロブニクへバスで向かっています。国内移動ですが約9時間。クロアチア大きいんですね。やっと到着です。バス停から宿まで15分くらい歩きます。無事に宿に到着。今回はキッチンもある貸し切りのアパートです。宿選びではできるだけ洗濯機があるところを探しています。この宿は中心地旧市街までは遠いのですが、スーツケースを持って移動したくなかったのでこっち側バス側に宿を取りました。9時までのコンビニに駆け込んで軽食をゲットしてきました。なんか迷路みたいだな。どこ行くの？おはようございます。宿から見える景色めっちゃいいです。今日は旧市街へ観光に行きたいと思います。朝の準備をしながらネットでドブロブニクパスを購入。観光名所の入場チケット、市バスの乗車券などがついています。まずはバスに乗って旧市街まで行きましょう。そうそう、Google マップのルート検索ではバスが出てきません。代わりにこのアプリを使いました。私たちのいるグルージュ港から旧市街へは 1A と 1B のバスに乗ります。バスがやっと来たと思っても満員で素通りされることなんとか。ようやく乗ることができました。乗るときにドブロブニクバスを見せました。ちなみに本当はドブロブニクパスをバスチケットに引き換えないといけません。ピレモン前で降りてジェラート屋さんに入りました。バスを持っていた間にもう暑さで疲れています。観光地だけど嬉しいお値段、カードも使いました。このピレモンをくぐるといよいよ旧市街です。旧市街には無料で入ることができます。今日の一番の目的は城壁巡りなんですが、旧市街をとりあえず奥まで行ってみます。なんかヨーロッパにしては珍しいこの石畳ツルツルですね。だいたいボコボコしてるけど、
そうやな。そろそろ城壁に入っていきたいと思います。城壁の入り口は3カ所あるらしいのですが、このレストランの近くから上がってみましょう。ここでパスを見せました。おー、街が近い。上がってすぐ素敵な景色にワクワクしてきました。城壁は一方通行。入ったところから反時計回りに進むことができます。写真を撮りたい景色が多すぎてなかなか進みません。バスケットコート発見、気持ちよさそう。ピレモンの上、入り口の上まで歩いてきたようです。さっき見た水飲み場が見えます。あの階段から上がって城壁巡りをスタートすることもできるみたい。城壁は歩きやすい道です。でもふと下を見ると結構高い。城壁に小さなカフェがありました。1000円のオレンジジュース、なんとも贅沢ですが景色は最高です。何味にしたの？ピーナッツ。え？ピーナッツ。ピーナッツ？めっちゃ溶けてるけど。トイレも無料で借りることができました。旧市街のトイレはどこも有料なのでちょっと休憩にいいかもしれません。少しずつ下に降りてきました。鳩も休憩タイムかな。ドゥブロブニクパスで入れるミュージアムがあったので少し寄りました。ちょっと涼んで体力が回復しました。暑かったけど2時間ほどの城壁巡りを楽しみました。こちらはドゥブロブニク大聖堂。ちょうどお祈りの時間で中には入れず猫を撫でて帰りました。はじめましてやね。おはようございます。7月に入ったクロアチア、カラッとしていて洗濯物は半日で乾きますが、とにかく暑いです。日差しが強くてずっと外にいるのは私には厳しい。今日は朝の涼しいうちに観光してみようと思います。ロブリイエナッツ要塞にやってきました。そこね、ピッとしてもらってパッと入れました。11世紀に作られた崖の上に立つ要塞です。おー、すごい。上からの景色が最高です。そう、実はこの辺りはドラマゲームオブスローンズのロケ地になった場所。伝わりますかね、この城壁の厚さ。暑いと海の綺麗さ、やばい。昨日歩いた城壁が綺麗に見えます。外側から見ると新鮮ですね。無料で綺麗なトイレもありました。旧市街から少し遠いし暑いけどとても楽しめました。再び旧市街にやってきました。冷たい、気持ちいい。旧市街の小道はワクワクする感じ。暑いのですぐカフェ休憩。お土産屋さんが多いあたりに来ました。30ユーロ。5000。店内は人が多すぎてゆっくり見れませんでした。にぎわっているけど治安は良さそうな感じ。今までいろんな旧市街見てきたけどちょっと違うよな。
なんやろ、このコンパクトだけど段差ギュッとしてる。階段は大変だけど本当に素敵な街並みです。こちらは16世紀のクロアチアの劇作家の像。合ってんじゃん。こんな感じのビーチがあちこちにあります。気持ちよさそう。猫ちゃんもよく寝ています。触られて伸びてる。伸びてる。なんで画面越しで見たら猫か何かわからへん。さて、汗だくになったので一度宿に帰りたいと思います。帰る前に今日はダブルで食べました。メロンとコーヒー4ユーロ。2日目にしてバスの運転手さんがチケットを変えてくれました。こんななんかペラペラの紙なんやっていうか、スーパーでよく見るのはパプリカパウダー。使ってみたいな。セミが鳴いてる。宿に帰ってシャワーを浴びてご飯を食べました。夏の観光は思っているよりハードです。ビーチに行くまでにいっぱい猫がいるね。ちょっとサビ猫やん。かわいい。6番バスに乗ってラパットというエリアに来ました。ホテルと飲食店が多くて新しい街並みです。広い砂浜が綺麗なビーチ。何十年かぶりに海に入ってこの景色を楽しみました。本日は観光最終日。ドゥブロブニクに来たら絶対外せない絶景スポット、スルジ山に行きたいと思います。まずはいつも通りバスで旧市街へ。初日は 1,099 だったと思うんですけど、7月1日になって 2.5 ユーロに上がりました。やっぱりジェラートを食べます。ピレモン前から山へのルートは徒歩、バス、タクシー、ロープウェイの4つ。バスで行きたかったけど祝日でバスはないとのこと。ちょっと高級ですがロープウェイで行くことにします。奇跡の貸し切りで出発。こんなこと人生でないから使い果たしてる感じする。終わった。明日大雨やで。この瞬間ってワクワクしますよね。旧市街がどんどん小さくなっていきます。魔女の宅急便や紅の豚に出てくる街とも言われているドゥブロクニク。皆さんから見てどうでしょうか。あっという間に頂上に着きました。頂上には教会やレストラン、カフェもありました。この眺めを堪能したので帰りは徒歩で降りたいと思います。すごいうっすらと一応オールドタウンドブロクニックって書いてくれてる。砂利道をジグザグと進みます。ちなみに眺めは最高です。そんなに急ではないけど石が多くて歩きにくい。道は悪いけど頂上よりも旧市街に近いのでいい写真が撮れそうです。よいしょよいしょ。あーよいしょ。来ました。さてクロアチア観光はここまで。ドゥブロブニク滞在中はずっとお天気に恵まれて心に残る景色を楽しむことができました。
本格的な人気シーズンに入る前、6月下旬はおすすめかもしれません。次回モンテネグロに到着、めっちゃ好きになってしまったコトルをお届けします。ここまで見てくれてありがとうございます。ほんまにありがとうございます。またね。